来年の運勢もね、前半ぐらいまではずっと木星という発展の星が牡牛座のところにあるので、まだまだ変わっていきます。でましてやその冥王星というね、こう社会が変わるよっていうエネルギーも来年の1月からまた本格的に入ってくるので。では大志田さんいきましょう。残り3ヶ月、星の動きもね、もしご覧になってない方はぜひご覧ください。今見えてるのがワールド。はい、一緒に見てみましょう。3ヶ月分です。ワンドナイト逆、ペンタクルス8の逆、カップクイーン、女教皇の逆、そしてフール、カップ9逆、ワンド4。気をつけることは対策はペンタクルス7の逆とカップ6とオラクルはペンタクルスエースです。良かったですね。なんかとってもいい、やはりなんかこれさっきの、12月ぐらいにその株とか保険とか財産をどうするのかっていうのを決め出すんじゃないかって言ったんですけど、まさにこの残り3ヶ月でそういった現実的なお金のことを見ていくっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、人生の価値っていうものを見つけていくっていう風になるんじゃないかと思います。ちょっと見ていきますね。そうですね、まず最初に今のこの時点、9月末かもしくは10月のあたりっていうのは分かってるんだけどできないみたいなね、もう頭では十分分かってる、どうすればいいかも分かってる、でも体が動かないんですみたいな、もしかしたらそういう状態かもしれません。でも実際は自分が思ってるほどこう動けてなかったとかできてなかったって思ったとしても、実際はちゃんとやってますよっていう感じで言われていて、その自分が思ってるほどできなかったっていうだけで、でもちゃんと何かはやってるわけですよね。日常の中で努力してる、生活のことをちゃんとやってますよっていうふうに言われているので、そんなに高い目標を掲げてそれに突進してないからといって自分をジャッジしたり否定したりしないでくださいね。はい、ちょっと10月から見ていきますが、なんかなんか分かってるんだけど考えたくないみたいな、なんかそんな思いもあるのかなっていう感じがしますね。ちょっと今はちょっともうちょっとそっとしといてみたいな。十分分かってる、やる気もある、でも今もう少しこの状態でいさせてみたいな感じですかね。でもやはり10月の後半からはね、人間関係とかも出てくるじゃないですか。なのでこう前半と後半っていうのが全然違うみたいで、10月の前半っていうのをカードで見るとちょっともうこのまま自由でいたいみたいな、何も考えずに楽しいことしてたいとか、なんかちょっと遊んでたいみたいな感じがあるんですけど、後半になるともう一気にキリッとしてきます。もう遊んでられないみたいな、なんか学生で言うとテストだったみたいな感じでしっかりしなきゃいけないみたいな感じがありますので、急になんかスイッチが入って一生懸命やっていくって感じですね。これも10月の12日以降ってね、先ほど人に対して積極的になっていけますよという時なので、もしかしたら人からいい刺激を受けて、何か言われたことによってはって気づいてやるみたいになるかもしれません。とてもこの時10月に関わる人っていうのは自分より目上の人とか、何か専門知識を持ってる人とか、もしくは先方のなんか社長さんとか上司とか、そういうちょっと目上の方、自分がちょっと構えてしまうみたいな、友達とかではなくて構えてしまうような人との関係の中でうまく何かを築いていけますよっていうふうに出ています。そして11月っていうのは特に人間関係がね強調されてるじゃないですかっていう時ですけど、ちょっと見てみますね。なるほど。
人間関係はとってもいいんです。もう本来だったら本当にラッキーみたいな、もういいのっていうような喜びがある。そういう人たちと知り合えたりとか、楽しいことがいっぱいあるけれども、なんかご自身が勝手にそのすごい人とか関われた人たちと自分を比べて、いや自分はまだまだだとか、自分がその人たちに合わせなきゃいけないみたいな、自分のオリジナルな価値っていうのを忘れて、その相手の価値だけを見ているみたいな感じがするので、それはとってももったいないのでやめてくださいね。いいのかな自分でみたいな思うかもしれないけど、あなただからその話があるんですよとか、あなただから今のこの現実があるんですよということで、全て自分が作り出している世界だと思ってくださいね。誰にもそれをなんか申し訳ないなとか思う必要全然ないですからね。なんか理想が高いのかなって感じがします。自分がなりたい自分像だったりとか、こういう関係を作りたいっていうその関係性において、至ってない至ってないっていうところに目が向いてる感じがするんですけど、いやいやもう後から考えたら、あの時ってすごいラッキーだったなとか、幸せだったよねあの時っていうふうに思うような感じなので、ぜひ11月はですね、本当に恐れずに人と関わっていってほしいなって思います。開拓していくみたいなね。でそれでいくと12月はものすごく穏やかな幸せみたいな人間関係もめちゃくちゃいいです。これもね。信頼をちゃんと得たのかなって感じです。タワー見てみましょう。何か物事が急に変わりそうですね。12月はですね、さっき言ったその財産をどうやって作っていくかもそうなんですけど、例えばこの穏やかなね人間関係、信頼関係がある状態に行くまでに何かきっかけがあるみたいなんですよ。ってびっくりするようなこととか、ちょっと誤解が生まれたりとかで、そのことによって物事が急展開する。で一瞬ちょっとなんか、どうなのかなって迷ったりするんですけど、そのこと自体が実はすごいラッキーなんですよっていう感じで言われているので、もし11月に積極的に人と関わったりとか、何か物事と関わっていった結果、よかったってなった後になんかってびっくりすることがあったとしても、それはまだまだ物語が続いていると思ってくださいね。そこで終わりじゃないので、びっくりするからこそ対策を考えて一緒に解決して信頼関係を築く、または自分が何か予想外の出来事があったからこそ誰かを頼るとか、それをきっかけに改めて何かの状況を変えていく。その例えばこんなにお金かかるんだって分かったからこそ、じゃあ本当にしっかりとお金のことを管理しなきゃいけないねってなったりとか、じゃあ一緒にやるためにはこうしなきゃいけないねみたいな話になるということなんですね。そしてちょっと気をつけることの対策なんですが、ここでもやはりその実際はやることはやってるし、ちゃんとお金だって生み出せているんだけど、でも何かこのままでいいのかなみたいな思いがあるかもしれません。でもそうですね、何かね、お家の皆さんが今残り3ヶ月でね、いろんな人と関わったりいろんなチャンスを手にしたりする時に、自分が差し出すものっていうものは無理して作り出すものじゃないんですよね。もともと持ってるものなんです。湧いてくるものっていうかなというのかな。だからなくすものじゃないんですよね。何かこうそれをやったからって自分がなんか犠牲になるとかではなく、もともと自分に備わっていていくらでも出せますよっていう自分の気質や才能発想でそれを提供していくっていうことなので、そういう感覚でいてくださいね。何かをなくすっていうわけではないです。出せば出すほど豊かになる。その上でこうすでに成し得てる人とかすでに形作ってる人と比べてどうこうっていうのは考えないでくださいね。ちょっとオラクル見てみようかな。カップにワンド5、カップナイトということで、やはり人間関係とてもいいですね。残り3ヶ月の間にやはりすごく仲良くなれる人が出てくるような気がします。これもね、話が分かるとか通じるとか、協力者とかとても穏やかな関係性っていうのがあります。で
お仕事に関しては日常生活でいろいろやることがあるなっていう感じですね。問題かなんかこっちのことも整理しなきゃいけないし、こっちも整理しなきゃいけないしっていうのでやることはあるけれども、一番言われているのはそのさっき言ったね、大志田さんの中から湧いてくる自分のオリジナルな気質で勝負なんですね。あれが足りないからこうしなくっちゃとかっていうよりも、もともと備わってるものをただ磨くだけなんです。でそれを提供したり関わる人にやったり、もしくは自分自身でそれと整えたりとかすることによって人間関係が良くなる。でさらに良くなった上に愛情を受け取るっていうふうに出てるんですよね。カップルナイトでね、誰かからの優しさをもうバラの花束を受け取りますみたいな、どんな、バラの花束っていうのは愛の象徴だったりしますけど、どんな喜びをね自分が受け取るのか、ただ何かしらのなんか幸せなことっていうか応援サポートっていうのはあると思うので、それによって確かな価値っていうものを見つけていける、見ていける、手にしていける3ヶ月だと思っておいてください。今本当に大下さん盛り上がってますから、来年も盛り上がりますから、ぜひ参考にしてください、この内容を。そして来年のことをお知りになりたい方はカフェラノートでぜひそちらも参考にしていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。何かしら良かったよとか分かりましたっていう方はぜひいいねボタンやコメントで教えてください。ということでいい時間をお過ごしください。失礼します。